目的という言葉をキーワードにしてください。aim, purpose。で、本当かね、いろいろあるんですけど、大体この何か目的があって、何かターゲットがあって書いてるんですね。そのターゲットを見つけたら、自分で判断できますよ。それから誰だってすごい一貫性のある自分書くものはもう読む人には納得できるようにという書くのは普通ですから、納得しただけで理論通してるだけでよかったではなくてね、この人は目指す目的は何でしょうか、この人は我々に何を指しているのかというところをチェックしてください。で、そうするとなんとか自分で判断できると思いますね。で、たくさん瞑想ができたわけは、このお釈迦様はたった一つこの下脱に達しなさいというふうに、一切執着を捨てなさい。すべての物事は無常で空でも我であるんだと。だから瞬間の稲妻のようなもので執着するには値しないという教え一貫しているんですね。だから無常な物事はそうでないとみんな勘違いしているんだからね、みんな苦しんでいるんだよと。それで我々の脳みそに問題があって、脳が物があるというスタンスで反応するんですね。で、脳にはこの変化は見えません。これはアビダルマ本にも説明してありますけど、例えば私は現代例えにします。例えば車が走っている。で、私たちはこの車が走っていると私に見えますよと言うんです。実際はそうじゃないんです。停止した車たくさん見えてるんです。だから停止した車たくさん見えちゃったところで総合的に計算して動いているというふうに判断するんです。で、動きは見えません。で、そういうふうにこの音も瞬間瞬間変化するんだけど、我々の瞬間瞬間変化することは経験できないんですね。ある時間に入った音、全部データをね、まとめて束にして聴覚にするんです。だからまとめて束にしてもうそのデータはもう消えてるんですよ。はい、そういうことで我々には脳みそに心に問題、これ脳みそ言ったっても心なんで心に問題があって、物が固定してあるという先入観で認識過程も理解することも考えることもしているんです。だから過去の出来事を我々を思い出す時でも本当に我々は今ここでそれがあるのごとく思い出したり悩んだりするでしょうにね。だからお釈迦様の瞑想っていうのはその問題を解決するためなんですね。いわゆる無常であることは体験させるんですね。そうするとこの個体で困っているということがきれいさっぱり心から消えるんですね。その人は何にも執着しないことになるんですね。だからそれがこの言葉変えたんですけど、仏教でいう下脱であってね。しかし世の中の人々はそんなに言葉でも言い表せない下脱涅槃っていうのは好みじゃないね。
人間はこの商売繁盛とかね、そういう原始利益とかね、まあ飛んでみ言えば死後永遠な命っていうものをまあ期待しているんですね。それは人間の心に脳みそに欠陥があるから起こる目的なんですね。それで仏教の仲間も同じで、仏教だと言い張ってる割に下脱は目指ってない。商売繁盛ご利益、原始利益ばっかし目指っているっていうのは、まあ、大半はそういうことになるんですね。だからそういう人々は、なんか自分たちのプログラムに目的に合わせた何か瞑想がないのかとまた仏典から探し出すんですね。悪いことに見つかるんですよ。だからお釈迦様は完全なプログラムを教えたんだから、心を成長するプログラムだからね、一部取ったらそれだけでもある程度成長する。しかし下脱には達しない。それは明確なんですね。お釈迦様はそれはよく知っていたんだから、みんなに慈悲の瞑想、慈悲の気持ち、慈悲のスタンスを教えていたんですね。だから慈悲は生きてる人々に必要な素晴らしいエネルギーで、だから即世間の目的はそれで達してくださいと。知恵の世界は別だよと。商売繁盛したければ、会社をうまく経営したければ、政治活動は成功したければ、まあ意識しめで、純意識しめでやってみてくださいと。で、敵が消えちゃって、ライバルが消えて、みんな仲間になって大成功しますよと。で、しかしそれで何やと結局は置いて死にますからね、それでも。だから知恵は無常の世界であるというふうに教えているんです。それからこのお釈迦様がこの知恵をなんて言いますか、進化させる過程で集中瞑想も教えたんですね。でこれは心の訓練であってね、知恵が現れないんです。いくらか心を訓練させるんですね。でそれは集中プログラムで、それはサマディ瞑想とあるんですね。でサマディ瞑想では下脱に達しないんです。しかし心はものすごく筋肉のある強い心になるんです。筋肉もりもりの心になるんです。だからそれで即世間で見ればものすごくありがたいんですね、欲望のある人々にとっては。だからそこからいろんな瞑想プログラムがみんな組んでいるんですね。だから私が言ったのはこの目的ってキーワードを使ってくださいと。けど目的は何なのかと、この瞑想でっていうふうに見れば、自分がそれやるかやらないかっていう判断が自分にできる。この質問した方の目的は私はよくわからんだからね、結局質問の中に書いてないしね。しかし目指すべきことは涅槃なんです。下脱なんです。それは一貫してお釈迦様に説かれているんです。だからお釈迦様は直々自分の師匠にするならば、すべての弟子たちが下脱を目指すべきなんです。まあそういうことでいろんな瞑想が出てきて、このマインドフルネスっていうのはこれだから、このヴィパッサナ瞑想っていうのはこの下脱を目指す人々に限って別所にずっと伝えてきたんです。公で言わなかったんですね。公で言われると人気がないんです。だから2500年も公の説法ではいろんな物語やら
いろんなもうお布施の話やらね、お釈迦様の人生の話やら、過去世物語やら、そういうものばっかし、あるいはもうはちゃめちゃの理論、議論とかね、そういうものは教えてきて、例えば師匠体の説明に至っても、知識的に砕いて師匠体を説明する。この師匠体は実存的に下脱そのものであるということの解説はないんですね。だからしかしブッダの教えはなくなってないんです。隠れてしっかりとヴィパッサナ瞑想は道場でやっていたんです。それで時にミャンマーはね、スリランカでは社会にばれなかったんだけど、ミャンマーではもうあまりもミャンマーの人々が瞑想に興味持っちゃったんだから、これ知られてしまっちゃったんですね。だからそれは教えて悪くはないし、だからじゃあいいや、みんなでそれやってくださいっていうふうに、この気づきの瞑想も世に公にしておいたんです。で、このリーダーシップ取ったのは、ミャンマーのお坊様方なんですね。で、他お坊さんたちはもう誰も言わないで、内緒で瞑想やってみるんです。それでこのヴィパッサナ瞑想はもう唯一ブッダの瞑想で、みるみるうちに脳みそが開発するんです。だから脳科学が発展してくると、脳がいつでもプラスチックで変化するものなんですね。だから脳はいつでも配線、新しい配線は作れる状態にいるんですね。しかし誰も脳をいじることはできないんです。脳を開けて手術することもできない。眼腫瘍があったらそれを取り出すだけで脳そのものの能力を上げることはできない。体の場合も同じですよ。体力つけたければ手術して筋肉に何かつなげることはできない。体力が欲しければ運動するしかないんです。ですからこの精神的な問題ある人々、どんな治療を効かない人々にこのヴィパッサナの方法を取り入れてみたところで結構うまくいったんですね。成功率は結構あったんですね。だからこれは科学的な研究のところですから、キリスト教の方々だからね、仏教は大嫌い。理由はわからない。神様に怒られると怖がってるでしょうかね。だからだからブッダの名前を捨てて、だから救った人、開発者の名前をつけて方法だけ取ることはこのプラギアリズム、盗みなんですね、結局は。でも仏教の側はそんな気にしないんだからね。そうやってもマインドフルネスの方も広がってしまったんですね。西洋バージョン。だから西洋バージョンの場合は体の病気治すこと、治療効かないこのアキュートペインのものすごく痛くなるんですね、体が。でも理由はわからない。そういう場合はこのマインドフルネストレーニングでそれはなくしちゃうんですね。いわゆる心が幻覚作っているということはなんとか知るようにするんですね。そういうふうにこのいろんな瞑想法現れてはあるんだけど、例えば西洋のマインドフルネスは下脱は目指してない。頓人中なくすことは目指してない。逆に頓人中はいかに正当化するのかということで。だから
そちらの目的と判断して使うか使わないか、それは人々自由なんですよ。そこで仏教の宗派の中でもいろいろ瞑想法出てきたんですよ。だから仏教宗派の中で出てきたのは何かしらの神秘体験を知ってだけなんです。だからサマディ瞑想が人気あったんです。それで神秘体験自分で妄想するんで、阿弥陀さんやら観音さんやら不動さんやらいろんなもの概念妄想して、まあ大日如来という人もいるし、でまあビロシャナブッダやらいるわもう数えられないぐらい、まあ神秘啓示誘惑的な妄想概念、まあ作り出して、それは何かしら体験したいんですね。なかなか体験した人はいませんだけど、まあこう呪文唱えたり太鼓叩いたり、瞑想まがいなサマディまがいないろんなことやってると、脳にはちょっとした異常現象が起こるんです。まあそれで周波数ってバンバン咲いていうことになるんですね。しかしそんなたくさん経験しないんで、ただ単純にサマディ瞑想やれば、例えば100人やればもう60人ぐらいは大事戦場作れますよ。ブッダの瞑想は科学的だからね。でそれぐらいの効率はないんです、宗教の瞑想では。例えばキリスト教の方々もこの瞑想するんですよ。で神を何かしら経験したいんですね。だから何かちょっと違う、常識で理解できないことが起きたら、はい OK ということになるんですね。例えばジーサスを念じる場合ありますね。ジーサスっていうのは今私が読んでる本などではね、まあ存在すらしなかった、まあ、神秘妄想概念キャラなんですね。それで十字架に撃って殺されたわけでもないんです。そんな出来事起きてないんです。歴史的なデータ一切ない。それで新約聖書にもイエスの物語はバラバラ。だからもう一人だからバラバラになるんですね。はい、それはそれでいいんだけど、でキリスト教の方々はこのイエスの十字架で受難する姿をイメージしてお祈りをずっと朝から晩まで畑過ぎとする時でもそれ念じているし、ご飯食べる時でもそれ念じているし、もう寝る時間短いんだからね、プリストたちだからね、社会にあまり入らないしね。だから何かしら誰かに何か変なことやってますから、変な経験が起こる。でそれはこの瞑想するといろいろこの常識と違った経験起こるんだから、ブッダの世界ではそういうのは科学的に整理整頓しているんです。大事戦場になってくるとこういうふうなものが見えたり経験する可能性ありますよとかね。しかし全て幻覚であることを覚悟してくださいと。瞑想中光が見える。でこれって光っていう言葉しか使えない。なぜならば我々知ってる光っていうのは物質の流れですからね。なんか違う光なんですね。目は閉じているんだけど本人にとってはものすごく明るくなっちゃうんです。その明るさ見える方法いろいろありますね。対象を通して見える場合もあるし、ただ単に何でも明るくて輝いているように見える場合もいろいろありますね。どちらでもそういうのはこの現実ではないということは仏典でははっきりと区別しているんですね。しかしそういう注意も何もなく、何か瞑想方法を組み立てれば、
お手上げなんですね。ヒンドゥー教でもいろんな洋画世界、現代人にもいろんな洋画師、開祖様って言うんですが、グルたちがいるんだから、みんなやってる同じことなんですね。何か違うことをやって何か違う。ノーマルと違う何か体験させたいんですね。やっぱりアメリカの黒人の場合も同じことでしょう。これ歌で歌いまくるんですね。教会で。あんまりにも歌って勝手に歌ってまた全長上手ですからね、誰よりも歌は。だから芸術は全部アフリカで黒人が全て最初に始まりますからね。それで頭がなんかおかしくなるんです。米国でも何でもないんです。これは当然科学的に説明できます。どうせ歌う人は、歌手は、ちょっとした異常精神状態なんです、その時は。聞いてる人には聞いてる、本人の体から音出るんだから。だから歌う本人に聞こえる歌声は他人に聞こえませんよ。響き、音のいろんな差は自分の体でまず響いてるんです。そこで最初に自分の体から脳に入ってるんです。耳からも入るんだけど、体から脳に音が行くんです。だからなんとなくちょっと憑依した状態なんですよ。歌ってるプロの方々もね。それに宗教も入れてあげると、アメリカの教会で見るような感じで歌いまくっちゃって、みんな意識がなくなって倒れると。それで神父さんが、ハレルヤとかなんとか言って、神様の存在は証明したことで満足ですね。だからいろんな瞑想あるんですけど、実は私のから口で解説するとそういうことになります。だから私は批判しているわけじゃないんです。だからただ分析しているだけなんですね。だからちょっとしたことで脳の中で幻覚は作りやすいんです。これってそんなに大げさなことではないんです。なぜならば、すでに我々は見えている、聞こえているということを脳が作った熱想概念なんです。だからそれはちょっと常識外れて、それでちょっとやれば、そう簡単です。で、私たちにとっては、これは戒律上やりませんだけど、もう10分、15分、30分で十分です。人に何かそういう変な経験させようと思っちゃえば。なぜならば全て科学的に知ってますから。どういうふうにコントロールして喋ればいいかと。だからこの言葉だけでも救ってあげることもできるんですよ。だからこれは仏教ではないんですよ。仏教はもうとにかくそういう神秘、すべてなくして客観的で合理的な、客観的な物事を見てほしいっていうところなんですね。だからヴィパッサナ瞑想ではそれほど神秘体験は起こりませんし、できるだけ起こらないようにいろいろガードしてありますね。で、神秘体験が起きちゃうと知恵がかなり逃げちゃうんです。なぜならば神秘体験イコール執着なんです。ものすごいそれに執着するんです。時々瞑想も何度も日本でも私に相談した方々ありまってね、なんか突然全て消えちゃって自分も消えちゃってなんかまか不思議な経験があったとかね。で、それから宗教の興味抱いて
ヒンドゥー教やらキリスト教やらもう探し回りながらあなたのところに決まったよと。それで私の話聞いてものすごく嫌になって帰るんです。で、それで私はそういう人々を救われないと知っています。なぜならば、自分があの体験もう一度という強烈な執着を持っているんですね。でも自分に何も方法もなく何もなく何のなく脳が救った現象だから、どんなプログラムでどんな段取りでこれを起きたのかと再生する方法ないんですね。私は知ってるんだけど教えないでしょ。教えないんです。あんた行かれているというだけ。ですからこの私が言いたいのはこういう神秘体験、すなわち強烈な執着。他の執着は人にどなってでもなくすことはできます。やめなさいこんなのはと。このバカ何か言ったら分かるのかいと。もう怒っただけでもはい分かりましたまあやめますということができます。だからもう金に執着あるわ、音楽に執着あるわ、いろんなことに人間に執着あるでしょうに。そういうのはなくせますよ。もうちょっと理性を育ててあげればなくせます。しかし神秘に対する執着はお手上げどうにもならん。神秘経験だからもうそちら理論はないんです。だからアクセスする方法もないんです。知恵あるんだったらもう我々人の性格を見ますから、まあこの人には知恵の種がある。水をあげれば芽が出ると分かったならば、まあいきなりあの経験って瞬間でしたねと聞くんです。で、インパクト強いんだけど瞬間でしたね。まあ二度と再現もできないでしょ。そんなもんやと世の中は。何でも一回きりやというふうに、だからまあ別なことに挑戦してくださいというふうに言えます。その人には理性があるならば知恵の菌があるんです。育てられます。でない場合はもう仕方がないんです。まあそういうことでこの瞑想の裏話なんですけどね、まあ世の中にある瞑想のね、それからまた宗教絡んでるでしょ。宗教っていうのは全て物語神話物語なんです。データがないんです。ジェホワという神がいることにデータが一切皆無ゼロ。で、イエス様がいたことにもデータ一切ゼロ皆無。救った物語。ヒンドゥー教はどうですかね。誰が見たんですかね。手4本ついている頭が象さんでいる神様がガネーシュという。まあ3000年前でも私が見ましたよという人がいない。ただ妄想して救う。だから今の現代ヒンドゥー教の人々はシワ神を信仰していますけど、神も人気はあるんですね、面白いことに。現代ヒンドゥー教の神様はシワになっているんですね。昔ヒンドゥー教は別な神々でしたけどね。それだけでもなんか笑い話でしょ。
そこでラーマーエナという文学作品がありまして、そちらにラーマというキャラがあるんですね。ヒーローのキャラ。今、神になっています。ハリーラーマ、ハリークリシュナと皆さんも聞いた歌あるでしょ。だから、宗教っていうのは、神話物語なんですね。神話物語でいろんなものだって現代、小説もそうでしょ。特に私は英語でしか読まんだけど、子供向けに青年向けに書いてる小説なんかはもう世にないことをよくも書く。日本でよく知ってるのはハリー・ポッターシリーズでしょ。だから幸いハリー・ポッター教はないんですね。これが1500年前ハリー・ポッター作品ができたならば、今ハリー・ポッターの人相速って拝んでいるんです。お守りとしてあれなんて言いますか、ワンド、イスティック、なんて言いますか、日本語。手話、マジックのね、みんなそれをお守りとしてポケットに入れてるでしょうね。だから人間っていうのはいろんなことを妄想してそこを楽しむんですよ。楽しいんです。ドラえもんのあれ漫画私も昔よく見たんです。だから恥ずかしいんで私は大大人で日本に来る前にも大学でも教えたんだけど、ちゃんとその日にちを見てちゃんと見るんです。子供の番組ですけど。なぜかというと面白いんですよ。結局はドラえもんはいろんなものを作るわ。何一つも役に立てない。だからそれ書いた方は結構いろんなアイデアあるでしょ。次から次へともう週ごとに新しい何か変なものを考えなくちゃあかんでしょ。だからそれって人間って楽しいんです。なんで楽しいかというと現実と違うから。現実は楽しくないんです。ダイヤモンドで出てくるどこでもドアが現実世界ではないんです。だからどんな小学生も恐竜の声も持つ。子供たちのすごい楽しい時期がありますからね、恐竜今日になっちゃうんですね。そこを取ってドラえもんの場合はどこでもドアを作ってそこから恐竜時代に戻る。行ってはちゃめちゃ恐竜の漫画というんですか、見てそれから逃げて襲われて逃げてきてやっと命拾いするという感じだから、現実はつまらない、苦しい、大変。そこで妄想で概念作って逃げる。死ぬことは一番嫌でしょう。で自分の死を経験ないんだけど親しい人々は死ぬんですね。すっごく納得いかないんですね。だから妄想で死がない世界を作るんです。だから永遠の天国が現れてくるんです。そういうわけで宗教が瞑想に絡んじゃうとまた新しい問題が出てくる。
宗教の妄想概念をまず洗脳するんですね。これから洗脳した概念を脳の中で再現しようとする。例えばインド教の哲学的なインド教ではもうブラックマンという魂があって、それがなんかわからないんだけど、原子爆弾でも起きたかどうかわからんだけど、もう二つに割れちゃったんですね、魂が。割れて一つはそのままブラックマンとしているんだけど、一部が神羅万象の現象世界を救っちゃったんですね。そこで神羅万象の現象世界は錯覚で、本来はアートマンなんです。いわゆる不二論、ワンネス。で、不二論といえばなんか哲学っぽいですね。で、例えばね、もう植物いろいろありますし、動物もいるし、科学的に見たっても幻想で見れば、もう100いくつかの幻想しかないでしょ。だから化学の人がゾウさん見て猫を見て同じやと言いますよ。なんで？幻想は同じだから。と言います。だからこの不二論はなんとなく哲学っぽく見えるんですけど、それで一体真が一体を体験しなさいと。そうするとあなたも私は言ってること正しいと自分でも分かりますよと言うんです。そこで洗脳してそのアイディアまず入れて何か瞑想をしているんです。瞑想、まがいなもの、呪文唱えなさいとかね。大体呪文ですね。それやりまくっちゃうと、もしかすると、その人の頭の中で、すべて消えちゃって、消えたという経験が生まれる。一緒になったと。これが、というふうに、凡が一理はこれであるというふうにこれから解説する。だからそういうふうなこのトラブルはありますね。キリスト教の方が瞑想する場合は、キリスト教の妄想概念、まず叩き込む。大乗仏教の各宗派で瞑想する場合、その宗派持っている妄想概念を叩き込む。特に真言仏教なんかはまたかなりの密教概念持ってますからね。で、そういうものを何か叩き込んで呪文を教えてあげて、この呪文を唱えてくださいと。そうすると、この神様が、この仏様が、この菩薩様があなたに現れますよと。で、1万人ぐらい人がはちゃめちゃやれば1人ぐらいは経験する可能性もあります。しかし、確率性はものすごく低いんです。なぜならば、この心の科学は知らない。私は知ってるわけじゃなくて、お釈迦様が知ってて教えたんだから、勉強しまったからね。で、そういうわけで、ちょっと難しいことを喋りまったけど、単純に考えてください。目的は、各瞑想を教える方々の目的は何でしょうかと。その目的は自分の瞑想だったらやってもいいし、例えば、がん治す瞑想あると誰かが宣伝しているならば、もう PR やってるならば、自分にもがんがあるならばやってみてもいいし、でも100万人に1人ぐらいはがん治せますよ。
なぜならば何もしなくたってもがんにかかる全ての人はがんで死ぬわけじゃないんです。結構しせに治ります。まあコロナウイルスと同じく。まあだから統計的に見るとまあそういう問題もあります。まあそれは経典でも強烈に言ってますよ。この結果がないでしょうあなた方にはと。対話がありまってある他の宗教の人とお坊さんがいてブッダの経典にある対話なんですけど、お互い仲良しで喋っていて、それでお互いの神秘体験話してるんですね。でこのお坊さんがまあ私にこういうこともできる、こういうこともできる、こういうこともできるってびっくりしちゃって、私を消してどれぐらい、まあ1年ほども経ってないやと。それにただ私は一生やってますけど何も経験ないんだと。そう言ってるんです。だからまあそういうふうなこともありますので、ブッダの瞑想からちゃんと一つやるとその経験は得ることはできます。だからサマディ瞑想、サマディ欲しければ、サマディ瞑想やれば、まあ、戦場、第一戦場ぐらいは達することはできます。無色界は結構難しいんですけどね、すっごい難しいんです。色界の四戦場っていうのは、まあ、成り立つ作ることは、まあ、できるんです。まあ、それで喋ったんですか、全部、その人の問題に。はい。そうですね。まあ、初心者でも、まあ、これは危険というふうに判断できる方法がありますね。まあ、大体、まあ、そうですね。まあ、危険というのはマインドコントロールがどうしてもあるんですね。それはいくらなんでもあまり良くない。はい。はい、ありがとうございます。